こちらは先日 DIY したダイソーの遮光カーテン。使う工具はハサミのみ。切った断面はライターで炙るだけ。磁石を布用ボンドで固定したら完成。作業自体は1枚10分程度でできるのでお手軽で良かったのですが、このボンド水溶性なので水に弱すぎました。今週車内で小1時間ほど鍋を作って食べたところ、換気扇を回していても車内が結露しました。その後換気扇を止めて就寝。翌朝気づいた時にはカーテンはびしょ濡れ。固定に使ったボンドが水を吸って白く変色していました。この時は鍋の水蒸気をボンドが吸っただけだと思っていたのですが、カーテン上部を外してみたところ、磁石がボンドから取れてしまっています。正直ここまで水に弱いとは想定外でした。すべてのカーテンを外してチェックしてみたところ、約2割の磁石が取れたり外れかかったりしていました。これでは快適にカーテンを使うことができないので、防水もできて施工時間も短い接着剤を探すことにしました。こちらが固定に使うネオジム磁石8個入り100円。ジャンコードです。接着にはダイソー UV レジン100円ハードタイプ。ジャンコードです。こちらは UV ライトや太陽光の紫外線で固まる硬化樹脂です。 UV LED ライトで1分、太陽光で3分から10分で固まります。続いてダイソー瞬間接着剤ゼリータイプ。ジャンコードです。こちらはメッキ面や小さい面は接着できないそうですが、メッキ加工されたネオジム磁石で試してみたいと思います。続いてダイソーエポキシ2液混合タイプの接着剤ジャンコードです。こちらは視聴者さんに教えていただいた接着剤で10分程度で固まるそうなので、とても期待できそうです。最後にダイソーで買ったプラスチック用ボンド GP クリアジャンコードです。こちらは布に使えて約15分程度で固まるそうなので使ってみることにしました。まずはダイソーの UV レジンハードタイプを試してみます。今回はなるべく時間を短縮して作りたいので UV LED ライトをキャンドゥで購入しました。こちらは 2W 単4電池3本で駆動。お値段は100円でした。ジャンコードです。私の近所のダイソーには UV LED ライトは売っていませんでした。このライトを使うと1分でレジンが固まるので時間短縮できそうです。電池を入れてチェックしてみます。こちらは紫外線が出るので直接ライトの光を見ないようにしてください。またライトの光を長時間皮膚に当てないようにしてください。シミや皮膚がんの原因になるそうです。接着剤を塗るのに鉄のピンセットだとひっついてしまうので、ダイソーで買ったプラスチックのピンセットカバーを使い貼り付けることにしました。このカバーを外すとプラスチックピンセットとして使えます。 UV レジンを磁石につけ貼り付けていきます。磁石を布に配置したら UV ライトを当てます。この時つけるレジンの量が少なくうまく接着できなかったので、磁石を覆うようにレジンで持ってみました。磁石の側面と上部にもレジンを塗ってみました。 UV LED ライトを1分照射します。1分後接着面をチェックします。今度はがっちり固定できていました。接着した裏面も確認してみました。こちらが手芸ボンドでやった方、こちらがレジンでやった方です。こっちの方が見栄えがいいですね。取れそうにありません。すごく硬くていい感じです。液体タイプのダイソー瞬間接着剤でも試しました。手につかないよう磁石をあらかじめピンセットで掴んで接着剤を塗ります。映像のように塗ると手に接着剤がつかず布にきれいに配置できました。接着剤の量が少ないと外れそうなので磁石上部と側面にも瞬間接着剤を塗りました。この液体タイプの瞬間接着剤、布に染み込んで生地に接着剤染みができてしまいました。完全に乾くまで10分以上放置します。ゼリータイプのダイソー瞬間接着剤も試します。磁石をピンセットで掴んで接着剤を塗ります。この接着剤、ゼリー状の接着剤が勢いよく飛び出てくるので注意してください。接着剤をつけ終えたら利き手に持ち替えて布に配置します。
磁石上部と側面にも接着剤を足しておきました。このゼリー接着剤、塗りづらく、塗った面がご覧のようにいびつになってしまいます。苦肉の策で接着剤のキャップで塗った面を成形しました。エポキシ2液混合タイプの接着剤も試します。こちらは効果時間10分と短いのでかなり期待できます。こちらは2つの接着剤をヘラで混ぜ合わせて使うタイプ。混ぜ合わせにはクリアファイルを使いました。2つの接着剤を同じ量ファイルに出し、付属のヘラで混ぜ合わせます。結構この B 液はなんか匂いがします。独特な。磁石をピンセットで掴んで布に配置します。磁石上部と側面にも接着剤を足しました。私の技術不足でヘラで塗るのが結構難しかったです。プラスチック用ボンド GP クリアも試します。こちらは乾燥時間が5分から15分と短いので選んでみました。プラスチック用ですが布にも使えると記載があります。こちらも磁石をピンセットで掴んで接着剤を塗ります。布に配置します。磁石の上部と側面にも接着剤を足しました。この接着剤、私が不器用なので結構塗りづらかったです。思いっきり垂らしてしまいました。接着から1時間経ったのでチェックしてみたいと思います。まず UV レジン、がっちり固まっていますね。このようについて取れない感じです。耐久性はちょっと使ってみないと分かんないんですけれども、多分大丈夫そうです。かなり硬いです。レジンの裏側はこのように、ほとんど分からないくらいにあまり染みていないですね。裏にはとても良さそうです。ではこちらの液体タイプの瞬間接着剤の方見ていきます。接着自体はきちんとできているようです。裏はこのような感じでちょっと染み出しています。ゼリータイプの瞬間接着剤の方もチェックしていきます。まだ1時間経ったんですけども、ゼリーがこのように固まってないですね。もう1時間以上施工から時間経ってるんですけども、ゼリーの瞬間接着剤が残っている形になっています。塊が甘いですね。1時間も経ってるんですけども、塊が甘いです。裏面もチェックしてみます。裏面はゼリータイプの方は染み出したりはしていないようですね。これはこれで見栄えがいいかなと思います。エポキシ2液混合タイプの方もチェックしていきます。1時間経ってるんですけども、このように少し接着が完全には固まりきっていないですね。ちょっとベタついたりしています。一応10分で硬化するというふうになってはいるんですけども、このように少し液が多いと固まらないのかもしれないです。横から見るとこのような感じですね。裏にちょっと染み出ていますね。一応こちらも接着はきちんとできます。プラスチック用ボンドの GP クリアの方もチェックしていきたいと思います。1時間放置しているんですけども、見るからに固まっていなくてですね、このように取れてしまいます。ちょっとこれはあまりおすすめできるボンドではないかもしれないですね。裏側はこのような形になっています。ゼリー状なので裏に染み出たりはしにくいようです。では残りの部分は全てこのレジンで固定していきたいと思います。接着時間の短さ、手間の少なさから UV レジン接着を選びました。レジンをつけて UV ライトで1分照射するだけ。太陽光でも3分から10分で固まるそうです。はい、1分ほど照射しました。カチカチですね。全然取れる気配はないです。いい感じです。このようにきちんとひっついてくれます。
水をかけて防水性をチェックしてみました。何の問題もないですね。はい、バッチリです。結露した車でもバッチリ使えると思います。先ほど接着に失敗したプラスチック用ボンドは取り外してレジンで接着し直しました。ピンセットを使わなくても素手でもいけそうです。素手でいけますね。全然大丈夫でした。少し多めにこのように持ってあげるときれいに固まりやすいです。でこの UV ライトは長時間皮膚に当てると有害だそうですので、長時間当たらないようにしてください。大丈夫です。きれいに固まりました。以前施工したボックスカーテンのこの生地なんですけれども、このようにちょっと目が粗くてですね、この目の粗さからレジンが染み込んでしまってうまくくっつかなかったんですけども、今日やってみたやり方でもう一回トライしてみたいと思います。この上からかぶせてこのように横にもはみ出るように施工するとうまくいくかもしれないんでやってみます。こっちも大丈夫そうですね。ちょっとこのようにやっぱり裏に染み出てきちゃうんですけども、大量のレジンを上からかぶせるようにコーティングしてあげるとうまくいきますね。これはこのやり方いいかもしれないです。接着も問題なくうまくいきます。いい感じですね。すごく硬いし、取れる感じは一切ないです。ちなみにこちらのレジン、磁石につけるレジンの量が少ないとうまく接着できません。映像のように磁石の底にレジンをつけただけでは簡単に取れてしまいます。これだと接着が甘くてこのようにポロッとすぐ取れてしまいます。磁石全体をこのように布に対して覆うように施工するとうまくいくことが分かりました。これで外れないです。ちなみにこのレジンでの接着、iPhone のライトニングケーブルの補修にも同じ方法で使えました。実は今回布用ボンドをきれいに外す方法も模索していました。まずはじめに試したのがダイソーのジェルネイルリムーバー。こちらを使うとボンドが柔らかくなり外れるらしいのですが、残念ながら私のやり方が悪くボンドはほとんど外れませんでした。40度程度のぬるま湯につけて外そうともしてみました。接着部分がふやけて多少取れやすくはなりましたが、ボンドをきれいに剥がすことはできませんでした。お湯でふやかしながらピンセットで時間をかけボンドを剥がしましたが、完全には除去できません。ハサミでボンドを削り取る方法も試してみましたが、ボンドを取り切ることはできませんでした。ボンド製造元の株式会社三江さんにも問い合わせましたが、お湯でふやかして取るのがベストだが完全に除去するのは難しいと回答いただきました。布用ボンドが完全に除去できないと分かったので UV レジンで上から蓋をする作戦に切り替えます。うまくいけば10分程度の追加作業で布用ボンドを剥がさなくても防滴加工ができます。布用ボンドで接着された磁石の上から UV レジンでコーティングします。1分後、カチカチに固定されていい感じです。問題なく接着できました。すべての磁石に UV レジンで蓋をしました。これがコーティングした後ですね。下の少し白くなっている部分が手芸ボンドが固まった後ですね。でその上のこの透明の部分がレジンが固まっている部分になります。スプレーで水を吹きかけてみます。剥がれる感じはありませんので、これで大丈夫かなと思います。念のため磁石に水をかけてしばらく放置しても問題ないか検証しました。約7分後、取れそうな気配はありません。こちらも大丈夫そうです。かなりこのようにびしゃびしゃに濡れてはいるんですけども、
取りそうな感じはありません。洗ったりはしていないんですけれども、このぐらいきちんと接着されていれば洗ったりすることも可能かもしれません。このレジンという材料は一旦このように固まってしまうとプラスチックのような形で水を弾くような形になりますので、結露程度でしたら十分これで大丈夫かなと思います。その他の部分に関してもこのようにきちんと固定されています。最初からこのレジンで施工すればよかったです。私の動画を見てすでに施工された皆様、本当に申し訳ございませんでした。改めてお詫びさせていただきます。このレジンの施工中、カーテンが毛羽立っている箇所を見つけましたので、ライターで炙って毛羽立ち処理しました。新規でこのカーテンを作られる方は、磁石全体に UV レジンを仕込むとうまくいきます。まず磁石下面にレジンを塗り、カーテンに配置。次に磁石側面と上部にもレジンをたっぷり塗ります。次に LED ライトを1分照射。これは太陽光でも大丈夫です。施工直後はレジンが人肌程度に暖かくなっていました。私のカーテンはこの磁石を8個仕込んでいます。カーテンの材料費はレジン込みで1枚250円程度。レジンは2本もあれば全てのカーテン4枚分を施工できます。カーテンの作成時間は1枚10分から15分程度。短時間でがっちり接着されていい感じです。使っているカーテンはダイソーの遮光カーテン 100cm×190cm 400円のもの。このカーテンのジャンコードです。これ1枚で4枚分のカーテンの作成が可能です。完成したカーテンを車に取り付けます。レジンで磁石が山形になっていますが、取り付けは問題ありません。ドアを閉めるとカーテンが密着して見栄え良くなります。スライドドアにも取り付けます。脱着が簡単なのでとても気に入っています。換気扇をつけたままでも取り付け OK です。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。